はいどうも、みっちーです。今日は最強おつまみ、牡蠣のオイル漬けを作りたいと思います。味付けは2種類ほど用意しており、牡蠣の旨味が凝縮した味わいとなっています。簡単かつ長期保存も可能ですので、ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは早速作っていきましょう。牡蠣のオイル漬けレシピ。本日の材料はこちら。牡蠣 800g、 オイスターソース 200g、 本つゆ4倍濃縮タイプ 100cc、 ブラックペッパー適量、オリーブオイル適量。材料はこれだけです。牡蠣の下処理の仕方。牡蠣のオイル漬けを作る前にまずやることがあります。牡蠣のぬめりを取ることです。牡蠣 200g に対して塩大さじ1を使います。今回牡蠣 800g あるので塩大さじ4を使います。入れたら軽く揉む感じで混ぜてください。時間は30秒程度で大丈夫です。これをすることにより牡蠣のぬめりと汚れが落ちます。水で洗います。この作業をしないと不純物やカキ殻など紛れてたりするので、食べた時にガリッとしちゃうことがあります。牡蠣の余分な臭みなども取り除けるので、この作業はしっかりとやりましょう。こんな感じでぬめりや汚れが取れているのが分かります。牡蠣のぬめりが取れたらキッチンペーパーなどで余分な水分を取り除いてください。味付けが2種類あるので 400g ずつボウルに分けておきます。これで牡蠣のぬめり取りは終了です。続いて牡蠣のオイル漬けの調理に移りたいと思います。牡蠣のオイル漬けの作り方。鍋にオイスターソース 200g 入れます。牡蠣 400g 入れます。火をつけます。中火にしてください。煮詰めていきます。すぐ食べる場合は火が通り次第プリプリの状態で食べてもいいです。ですが今回は長期保存可能な最強おつまみを作っていますので、もっと煮詰めます。煮詰め中焦げないように気をつけてやりましょう。当チャンネルは料理動画と島動画を定期的にアップしています。料理動画は初心者にも分かりやすく豆知識などを交えながら動画をアップしています。島動画は私の住んでいる日本一遠い島の小笠原諸島の母島を紹介しております。ぜひチャンネル登録お願いします。動画アップした時にお知らせが来るようベルマークのチェックをお願いします。煮詰まりました。このぐらいでいいです。清潔な瓶に入れていきます。入れました。このまま余熱が取れるまで冷ましておきます。その間にもう1種類の牡蠣のオイル漬けを準備しましょう。鍋にめんつゆ 100cc 入れます。牡蠣 400g 入れます。火をつけます。中火にしてください。煮詰めていきます。煮詰め中焦げないように気をつけてやりましょう。煮詰めてる間に豆知識。問題です。スーパーに売っている牡蠣で生食用と加熱用がありますが、どちらが美味しいでしょうか？今日のご飯何作ろうかな。そうだな、牡蠣鍋でも作るか。牡蠣あった。生食用と加熱用。生食用の牡蠣はやっぱ高いな。でも今日は給料も入ったし、奮発して新鮮で美味しそうな生食用を買っちゃおうかな。正解は加熱用です。理由は栄養分が豊富に含まれているか否かです。生食用は出荷前に滅菌洗浄を行うため2日から3日間断食をさせます。
そのため身が痩せて水っぽくなってしまうことがあります。そういう理由から、牡蠣自体の味は加熱用の方が濃く美味しいと言われています。なので生で食べる以外の料理は迷わず加熱用を選びましょう。煮詰まりました。このぐらいでいいです。火を止めてブラックペッパーをこれでもかってぐらい入れてください。このぐらいでいいと思います。この辺はお好みで調整してください。清潔な瓶に入れていきます。入れました。余熱が冷めるまでお待ちください。冷めたらオリーブオイルを牡蠣の量の倍を目安に入れます。ここケチらないでくださいね。このぐらいで大丈夫です。瓶を上下にして混ぜます。これで牡蠣のオイル漬けの完成です。賞味期限は冷蔵保存で2週間ほどです。はい、ということで牡蠣のオイル漬け完成しました。美味しそうですね。早速味見してみましょう。まずはこのオイスターソースを使った牡蠣のオイル漬けを食べてみましょう。いただきます。すごっ、濃厚。美味しい。牡蠣って感じの旨味がきますね。まあこのオイスターソース自体が牡蠣の旨味を凝縮したソースなので当たり前だけどうまいです。次はめんつゆを使った牡蠣のオイル漬けを食べてみましょう。それではいただきます。うわ、全然違う。噛んでると口の中でブラックペッパーの風味が広がるのでこれも美味しいです。両方とも美味しかったんですが、お好みで一味、七味、山椒を使うとより楽しめると思います。食べ終わった後に残ったオリーブオイルは料理などにお使いください。おすすめの使い方はアヒージョとかパスタ料理です。今回は最強おつまみにふさわしい牡蠣のオイル漬けが出来上がりました。皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ちょっと宣伝です。私は小笠原諸島の母島でお食事処目黒という飲食店を経営しております。島食材を使った料理や飲み物を提供しております。母島に観光の際はぜひお立ち寄りください。営業予定や詳しく知りたい方は概要欄にある公式インスタグラムのリンクまたはこちらの QR コードを読み取ってご確認お願いします。はい、ということで今日のレビューはいかがでしたでしょうか。今日の動画いいと思ったら高評価、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でもお会いしましょう。またね。